どうも西木戸です。今回は DSM フンボルトのシンプリファイヤー X の拡張性をフル活用して万能出力のペダルボードを作るという動画になります。このチャンネルでは過去に、ライン出力に特化したペダルボードだったり真空管アンプ実機を使った、キャビネットシミュレーターの活用方法など、ご紹介してきましたけれども、僕が、自宅でギターを楽しむ際はですね、最もシンプルにギターアンプからキャビネットから音を出すという方法も取りますし、ペダルで作った音をライン出力するということもやりますし、真空管アンプ実機とアテネーターとキャビネットシミュレーターを使ってライン出力を得るという方法も、やるんですけれども、全部でこの3パターンですね、これらのそれぞれに対して、今日はこれしよう、今日はこれしよう、今日はこれしようっていう風に、いちいちこう接続を変えたりするのが最近すごくめんどくさいなと、思ってきて、これをどうにかできないかなっていうのを考えてたんですね。でそんな中でペダルボードもちょっと久しぶりに新しくしようと思ってやってたんですけれども、ペダルボードの最終段にね、僕はいつもシンプリファイア X を置くんですけど、シンプリファイアのこの拡張性を活かせば、こことここをこういう風につないだらその問題クリアできるんじゃないかなと、ある日パッと思いついて試してみたらですね、なんとできてしまって、これがすごく便利で快適だったので、これはぜひとももう皆さんに紹介しないといけないなと思って今回動画を撮っております。この後ご紹介するシンプリファイア X の活用方法、他の機材との接続方法ですね。これをですね、一回組んでしまえば、ペダルボード内の接続はもちろん、外部に飛んでくケーブルもですね、出力系統を変えるたびにこう差し替える必要はなく、据え置きのまま必要な時に必要な出力を得ることができます。その出力というのは最初に話したペダルだけで作るライン出力、真空管アンプ実機を使ったライン出力、単純にギターアンプを鳴らす出力ですね。この3系統を同時に鳴らすこともできるし、そのうち2つを選んでミックスすることもできるし、1個だけ鳴らすということも、もちろん可能になっております。なので僕みたいに、自宅でギターを存分に楽しみたい方、自宅でギターを弾くというのは、時間帯的な制約とかシチュエーションの制約とかいろいろあると思うんですけれども、なのでいろんな出力系統を持ってるといいよねっていうお話。あとは、現場に出てるプロのミュージシャンの方ですね、現場によっても制約があると思います。あまりたくさん機材を持ち込めない現場とか、アンプ鳴らしちゃダメな現場、ライン出力でお願いしますねっていう現場ですね。そういった現場にですね、このシステムを持っていけば、今日はアンプ使えるんだとか、今日は LINE で出さなきゃなんだっていうのを簡単に対応することができますので、そういった方もご覧いただいているようであれば参考にしていただければ嬉しいなと思います。でそして最後に、以前ご紹介した時とペダルボードの内容も変わってますんで、どんなペダルを使って、どういう風に組み合わせて、どういうこだわりに持ってどう遊んでるかというのをですね、音を出しながら、ご紹介もしていきたいと思ってますので、ぜひとも最後までご覧いただけたらなと思います。そんな感じで日々ギターや機材の情報だったり動画をですね、更新しておりますので、皆さんよろしければグッドボタンと、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけでまずはですね、早速今回のシステムの核となる、シンプリファイア X 周りの接続方法を、ご紹介していきたいと思います。こちらがシンプリファイア X です。こちらの機材はアンプシミュレーター兼キャビネットシミュレーターになっていて、大きく分けて3つのセクションで構成されます。プリアンプセクション、パワーアンプセクション、キャビネットシミュレーターセクションがあって、X の場合は A チャンネル、B チャンネルの2チャンネル仕様になってます。今回立ち上げる3つの系統のうち、ペダルだけで作るライン出力の系統は、こちらのチャンネル A で作っていきます。こちらの B チャンネルに関しては、真空管アンプ実機から抜き出したラインアウト信号をリターン差ししてキャビネットシミュレーター&リバーブセクションだけ使うという方法で使用していきます。ですので、プリアンプ、パワーアンプセクションのコントロールは全部0になっております。というわけでまずはギターからペダルボードのペダルを通った信号をインプット A メインに入力します。そして入力系統の裏面を見ていくと出力系統になっているんですけれども、一番左がスルーアウトになっています。スルーアウトということは、先ほど入力した信号を全てのセクションパスしてそのまま出してくれる出力となっております。このスルーアウトから真空管アンプ実機のインプットに入力します。そうすると真空管アンプ視点から見てギターとペダルエフェクターを通った信号がただインプットに入力されているだけという風になります。今回使用しているのはクルーズマニアックサウンド GB6 というアテネーターなんですけれども、これはラインアウト付きのアテネーターですので、ここのラインアウトからシンプリファイア X の B チャンネルのリターン B に信号を送ってあげるという接続をしていきます。
この信号がリターン B に入ることで、最後にシンプリファイア X のキャビネットシミュレートだけをかけて外部に出力していくという形になります。僕が使用しているオーディオインターフェースの入力が2系統なので、この喋っている声もマイクで今日は収録しているんですけれども、マイクで1系統、シンプリファイア X からの出力を1系統という形で今回は録音しております。この状態でも各ライン出力 A か B かは選択して出力することができます。もし A と B、ペダルで作ったライン出力とアンプも使ったライン出力を混ぜたい場合は2本のケーブルで外部出力してください。真空管アンプの方はスルーアウトからインプットに普通に信号がいっているので、マスターボリュームやアッテネーターのボリュームを上げればいつでもキャビネットから音を出せる状況になっております。自宅でギターを弾く場合はキャビネットから音が出れば完了ですが、現場の場合は前にマイクを立てて拾った音を2系統のライン出力と合わせて PA さんに送って混ぜて使ってもらうということもできます。最後にシンプリファイア X のモード設定に関してです。A と B のライン出力を同時に鳴らしたい場合はモード1フルパラレルを使用してください。この場合は LR2 本のケーブルで外部出力をする必要があります。今回はモード3、A、B デュアルモノディグというものを使うんですけれども、これは A、B どちらかのチャンネルを切り替えて使えますよというモードになっていまして、この場合は1本だけの外部出力だけでそれぞれのサウンドを切り替えて使うことができます。ではペダルボードを説明していきます。こちらが最近新しく組み直したペダルボードになります。先ほど説明したシンプリファイア X 周りの接続はそのままにペダルボードの最高段一番後ろにですね、組み込んでおります。この A と B はですね、付属のフットスイッチで切り替えが可能になっております。青く光ってるのはリバーブのオンオフです。A チャンネルの方はリバーブ少し入れてますけれども B チャンネルの方はアンプのリバーブを入れているので今はゼロにしております。これが今回ご紹介したいシステムの全貌になります。ペダルボードのですね各エフェクターに関してやペダルボード何使ってるのとかパッチケーブル何使ってるのパワーサプライ何使ってるのというのはですね、後ほどおまけという感じで、ご紹介したいと思うんですけれども、まずはシンプリファイア X の A チャンネルに立ち上げたサウンド、B チャンネルに立ち上げたサウンドの比較と、真空管アンプ実機から出力したサウンドをですね、皆さんに聞いていただきたいと思います。それではシンプリファイア X に立ち上げた A チャンネルと B チャンネルを比較していきたいと思います。フットスイッチで A、B 切り替えていきます。基本的にアンプ実機で鳴らした時だったりアンプ実機を使ったライン出力のサウンドをもとに A チャンネルというのをですねこうパラメータセッティングしていったのでクリーンサウンドは比較的近づいたと思うんですけども、歪みペダルを使っていくとですね歪みの乗り方が違うので結構サウンドも変わってきます。それでもですね、ペダルだけで使ったサウンドでも気持ちよく弾けるような感じには、なってると思いますので、時と場合によって使い分けているという感じですね。次はですね、真空管アンプ実機のキャビネットからの音を聞いていただきたいと思います。自宅なのでそんなに大きい音では鳴らせないんですけれども、前にコンデンサーマイクを立てて収録してみます。
という感じで今回ご紹介したこのシンプリファイヤー X の拡張性をフル活用したシステムですね。これを一度組んで据え置きにしてしまえば、いつでも自由に好きな時に好きな出力を使うことができるというわけですね。もちろんアンプ実機を絡めるときはですね、アンプの電源を入れたりとか、アテネーターのボリュームを上げたりとか、そういった操作は必要となってきますけれども、出力の系統の選択自体はこのフットスイッチで2系統はできるというわけで、かなり便利なシステムかなと思います。実際に僕もこのシステムを組んでからはですね、据え置きにしてるんですけれども、快適なギターライフを送っております。というわけで、シンプリファイヤー X をですね、持ってる方だったり、新しく導入を検討されている方は、こういったこともできますよというふうに、今回ご紹介したかったのが、このメインテーマというわけですね。続いてペダルボードの詳細をご紹介していきたいと思います。まずですね、このペダルボード自体、アクラムギターズのスマートトラックというですね、ペダルボードを使用しております。特徴的なのが、このレール式になってまして、エフェクター自体をですね、専用の留め具で挟んで固定しているんですね。なので、エフェクターの裏にマジックテープを貼って、剥がして、汚してみたいなことなく、ペダルをきれいに保ったままボードとして固定できるので、すごく重宝してます。続いてパッチケーブルですね。この各ペダルをつないでる短いケーブルですけれども、本来スペースがあれば僕はこのアルベドのパッチケーブルを使用したいんですけれども、通常のプラグのタイプだと結構かさばってですね、スペース詰められなかったりするんですね。なので今回使ったパッチケーブルはですね、エビデンスオーディオのプラグになります。かなりこのプラグの根元の部分が薄くできてまして、たとえ横並びのエフェクターでもこんな距離感で設置することができるんですね。スイッチャーを使ってシステム組んでる方なんかは、このスイッチャーの上部にですね、入出力端子がいっぱいこう来ると思うんですけど、それもかさばらずに設置できるので、かなり役に立ちます。さらにこだわりがありまして、エビデンスオーディオにはこういったソルダーレスケーブルもあるんですけれども、今回のケーブルはですね、そのソルダーレスケーブル用の単線ケーブルを使ってハンダ付け用のソルダード用のプラグを使って製作しております。ソルダーレスケーブルってすごい速いんですけど、ちょっと硬質で冷たい印象があるので、もう少し音にトルク感が欲しいなと思って、単線によるスピード感とソルダードプラグによるトルク感をいいバランスで両立したくて、使っております。で DC ケーブルはここにも見えてますアルベドのホドス DC ケーブルですね。かなり音が元気になるので、これはもうマストですね。で、裏面を見ていただくと、パワーサプライはストライモンのオーハイ R30 が2発おりましてリンクしております。ではペダルボードに設置している各エフェクターがどんなものであるかというのと、どうやって組み合わせて使っているかというのをご紹介していきます。今回せっかくアンプ立ち上げているので、シンプリファイア X の B チャンネルですね、アンプ実機を使ったライン出力サウンドで音を取っていきます。で、まずギターからですね、プレスクリプションエレクトロニクスのクリーンオクターブブレンドというオクターブファズに入ります。単体で使うことはあまりないんですけれども、ちょっとまず音を聞いていきたいと思います。オクターブファズというと、まずオクタビアが皆さん思い浮かぶと思うんですけど、オクタビアは結構ディング感が強くてギュインギュインっていうちょっと鋭いサウンドなんですけれども、クリーンオクターブブレンドはですね、ファットな、クリーミーな感じの、オクターブファズになります。で、他の歪みペダルと合わせて使うことが多いんですけれども、こんな感じです。オクタビアだとあさっての方向にこう音程がいっちゃうので和音は使えないんですけれども、クリーンオクターブブレンドは和音もわりかし使えるっていう感じですね。あとはギター側でボリュームを絞ると、オクターブアップ成分が強めに出てゲート感もかかるんで、また違ったニュアンスサウンドになります。オクターブとブレンドのノブを下げると普通のファズみたいにも使えます。
感じでシンプルに調子のいいファズにもなりますので、オクターブファズも欲しいし普通のファズも欲しいしみたいな2個入れなきゃというのがなくなって、クリーンオクターブブレンドだけ置いとけばバッチリじゃんっていう感じになりました。昔からずっと欲しくてやっと手に入れられてハッピーです。でクリーンオクターブブレンドから出た信号は次にちょっと隠れてるんですけど、ピート・コーニッシュの LD3 というバッファーペダルに入ります。このバッファーペダルはチューナーアウトもついていて、チューナーアウトからポリチューンのミニですねに入っております。あとはミュートスイッチがついているのでかなり使い勝手がいいです。一応ファズより後の早い段階でバッファー入れておきたいなということでこの位置に設置しております。これが入ることによってもうボード全体にピート・コーニッシュ臭が行き渡るのでかなり重宝しております。ちなみにギターからペダルボードに行くケーブルも僕はピート・コーニッシュのケーブルを使用しております。でシンプリファイア X 周りのアンプに行って戻ってくるケーブルはアルベドのケーブルを使っております。次はキーリーの刀クリーンブーストに入るんですけど、僕アンプの音は割と柔らかめのナチュラルな音に設定してるんですね。キーリーを加えることでちょっと元気できらびやかなクリーンサウンドにしてあげるみたいな感じで使ってます。こういう感じですね。僕はプッシュモード、押し込んだ状態の 2.5 から3で使うことが多いです。あとは他の歪みエフェクターと組み合わせた時にちょっとサスティンを稼ぐみたいな感じでも使ってますね。でこのノブを4とか5とかにすると踏んだら音量がボンと上がるっていう風にも設定できるんで、ソロ用ブースターとかにも使ってもらえるかなと思います。でお次はアイバニーズの TS9 チューブスクリーマーに入ります。これは自分でマットブラックに塗装したんですけれども、ショート動画でその様子も公開してますので、もし興味あれば、ご覧ください。現行の2024年製のものになります。これも単体で使うことはあまりなく、この辺と組み合わせることが多いんですけれども、次に行きたいと思います。続いてこちら。あんまりご存知の方はいないと思います。マイナーなブランドだと思います。サンダートマテのオーバードライブブースターというもので、これはもう10年以上前に個人が販売してたものを買ったものなんですけれども、オーバードライブブースターと書いてあるので、オーバードライブでもブースターにでも使えますよというものになります。刀とチューブスクリーマーの並びを見て、あ、ジョン・メイヤー好きなんですねってなると思うんで、そのセオリーでいくと、ここはケンタウルス系ペダルが入るはずなんですけれども、ケンタウルス持ってなくて、クロンの KTR 赤いやつならあるんですけど、ペダルボード全体がこう白黒のペダルが多かったんで赤を入れたくなかったんですね。なのでこのポジションにおける黒いペダルということでこれを採用しました。先ほど説明したようにアンプ柔らかく設定してるし、チューブスクリーマーもミッドがもちっとして柔らかいペダルなんですけれども、これを入れることによってちょっとガッツが出るというか、なので滑らかに静かに弾きたいときはこれはオフにしといて、ちょっとロックっぽいというか気合を入れたいときにこれを入れてあげるという使い方をしています。ガッツが出てちょっと音が締まるんですよね。単体だともしかしたら分かりづらいかもしれないんで、チューブスクリーマーで試してみたいと思うんですけど、これを入れるとというように音を少し固めに締め上げるという感じで使います。でお次はサバディウスカスタムショップのファンキーバイブ、68年タイプのモデルを僕は使ってます。ユニバイブ系のペダルですね。コーラスモードで使用しております。単体で使うことはあまりなく、
だいたいこの辺りを組み合わせて使うことが多いですね。次はイーブンタイドの H9 に行くんですけれども、これはマルチエフェクターなんで様々なエフェクトが入ってるんですけど、僕はだいたいスラップバックで使用してます。という感じで H9 は小部屋で鳴らした感みたいな感じのニュアンスを得るために使ってます。というのが、僕の最近組んだペダルボードになります。やっぱり僕ストラトキャスタータイプのギターをよく弾くし好きなので、ストラトレジェンドですよね。ジミー・ヘン、レイ・ボーン、ジョン・メイヤー、そのあたりの方々が使ってる機材をマークしつつ、ちょっと違うけどこれの方が使いやすいなみたいな感じのラインナップで組んであります。で、前はシングルコイル用のボードとハーブバッカー用のボードみたいな感じで分けてたんですけど、このボードはそうですね、ハーブバッカー刺したことないですけど、チューブスクリーマーだけ何かに変えれば多分ハーブバッカーはいけそうな感じがしますね。自然に組んでたら白と黒のペダルが多くなってですね、もう途中からはもう色が入ってると弾くみたいな変なルールを設けてやってましたけど、一番メインでお伝えしたかった部分は、もう何回も言いますが、シンプリファイア X の拡張性を活用したどんなシチュエーションでも対応できる出力系統を持つボードということでありまして、長い動画になったと思うんですけれども、最後までお付き合いいただいた皆さんは、どうもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。西木戸でした。